ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。お待たせしました。アニメで覚える標識表示の続編です。今回の動画は、出題頻度の高い定番とされる問題を中心に、類似する間違いやすい標識などの意味の違いを分かりやすく、アニメーションで解説しています。問題番号は前回の動画に引き続いて31番からです。それでは始めます。最初は、これらのよく似た標識などの問題です。問題31。この標識のある道路を自転車に乗って通行した。この標識のある道路を自転車に乗って通行した。答えは誤りです。この標識は車両通行止めで自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。そして自転車は軽車両なので自転車を運転して通行することはできません。ただし自転車から降りて押して歩けば歩行者として扱われるので通行することができます。問題32。この標識のある道路は車は通行できないので自転車から降りて押して通行した。この標識のある道路は車は通行できないので自転車から降りて押して通行した。答えは誤りです。この標識は通行止めです。この標識のあるところでは歩行者も遠隔操作型小型車も車も路面電車も通行できません。つまり道路工事などのため全てが通行できないことを示しています。そのため自転車から降りて押して歩いて歩行者として見なされても通行することはできません。問題33。この標識のある道路で人を降ろすために車を止めた。この標識のある道路で人を降ろすために車を止めた。答えは正しいです。この標識は駐車禁止の標識です。この標識と同じ意味を表す表示が歩道などの縁石に設けられている黄色の破線の駐車禁止の表示です。そして人の乗り降りのための停止や5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は駐車ではなく停車になるので、この標識や表示のある場所でも人を降ろすために車を止めることができます。問題34。この標識のある道路は車や路面電車、遠隔操作型小型車が通行することができないだけでなく、歩行者も通行することができない。この標識のある道路は車や路面電車、遠隔操作型小型車が通行することができないだけでなく、歩行者も通行することができない。答えは誤りです。この標識は駐車も停車もすることができないことを示す駐停車禁止の標識です。車などや歩行者などが通行することができないことを示す通行止めの標識はこちらです。通行止めの標識は赤と白の配色と通行止めの文字がありますが、駐停車禁止の標識は赤と青の配色です。なお、駐停車禁止を示す表示は歩道の縁石などに設けられた黄色の実線です。問題35。この標識は一方通行の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。この標識は一方通行の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。答えは誤りです。一方通行の出口などに設けられ、この標識の方向からは進むことができないことを示しているのは、こちらの車両進入禁止の標識です。この標識は一方通行の出口を示しているので、標識のある方向からは通行することはできませんが、反対方向からは通行できます。そしてこちらの標識は車両通行止めです。この標識のある道路は自動車、原動機付き自転車、軽車両が進む方向に関係なく通行できないことを示しています。この標識はこの先の道路が歩行者専用道路などに指定されている場合など、車の通行ができない場所にあります。次はこれらのよく似た標識の問題です。問題
36、大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路でも大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができる。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路でも大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができる。答えは正しいです。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路では主に貨物を積載するための構造の大型貨物自動車などは通行することができませんが、主に人を乗車させるための自動車である大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができます。どちらも同じ大型自動車などですが、貨物自動車は乗用自動車に比べて総重量が大きく、走行時の騒音や振動が大きいことから沿道住民の生活環境を守るためや道路の構造や条件が十分に整備されていない場合にこの標識が設けられることがあります。なお、乗車定員30人以上のバスは大型乗用自動車、乗車定員11人以上、29人以下のバスは中型乗用自動車で、この標識の通行規制の対象車両ではありません。そして大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路を通行してはいけない自動車は大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車です。もちろん同じ貨物自動車でも準中型自動車や普通貨物自動車は通行することができます。問題37、大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路で車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車を運転した。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路で車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車を運転した。答えは正しいです。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路を通行してはいけない自動車は大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車です。問題文の車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車は準中型自動車ですので、大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路でも通行することができます。問題38、この標識のある道路でも乗車定員10人の乗用自動車は通行できる。この標識のある道路でも乗車定員10人の乗用自動車は通行できる。答えは正しいです。この標識は大型乗用自動車等通行止めです。この標識のある道路を通行することができない車は大型乗用自動車と特定中型乗用自動車です。乗用自動車とは人を乗車させるための自動車で、乗車定員30人以上のものを大型乗用自動車、乗車定員11人以上29人以下のものを特定中型乗用自動車といい、これらの車が通行することができません。ちなみに乗用自動車の分類では特定中型乗用自動車と特定のつかない中型乗用自動車も同じ意味で乗車定員は同じです。以上のことから乗車定員10人の乗用自動車はこの標識の規制対象外なので通行することができます。乗車定員10人以下の自動車は一般的には普通乗用自動車を指しますが、法令的には準中型自動車もこれに該当します。問題39、この標識のある道路では普通乗用自動車は通行できないが、普通貨物自動車であれば通行できる。この標識のある道路では普通乗用自動車は通行できないが、普通貨物自動車であれば通行できる。答えは誤りです。この標識のある道路では普通貨物自動車も通行することはできません。この標識は二輪の自動車以外の自動車通行止めで、大型自動二輪車や普通自動二輪車などは通行できますが、その他の自動車が通行できないことを示しています。もちろん自動車の通行を禁止するものなので、原動機付き自転車や軽車両などの自転車は通行できます。この標識は
道路を壊さないように守るためや危険防止のため、そもそも道路幅が狭い場合に設けられることがあります。なお、この場合の二輪の自動車には、三輪の自動車でも一般的な側車付きの自動二輪車や二輪車の走行特性と同じような旋回をする、いわゆる傾けて曲がるタイプの自動車で、一定の基準を満たすものも含まれています。問題40。この標識のある道路では、一般原動機付き自転車は通行できないが、大型自動二輪車や普通自動二輪車は排気量に関係なく通行できる。この標識のある道路では、一般原動機付き自転車は通行できないが、大型自動二輪車や普通自動二輪車は排気量に関係なく通行できる。答えは誤りです。これは自動車専用の標識で、高速自動車国道または自動車専用道路であることを示し、どちらの道路もミニカーと一般原動機付き自転車は通行することができません。そして大型自動二輪車は総排気量などの大きさに関係なく通行することができますが、普通自動二輪車は総排気量 125cc 以下、または定格出力 1.0kW 以下のもの、一般に小型限定二輪車と言われるものは通行することができないので、総排気量などの大きさによって通行できるものとできないものに分けられています。なお、その他の通行できない車には、故障車を牽引している自動車と小型特殊自動車があります。これらは自動車専用道路は通行できますが、高速自動車国道だけが通行できません。問題41。この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、一般原動機付き自転車は通行することができる。この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、一般原動機付き自転車は通行することができる。答えは誤りです。この標識は二輪の自動車、一般原動機付き自転車通行止めです。通行できない車は大型自動二輪車や普通自動二輪車だけではなく、一般原動機付き自転車も通行することができません。この標識が設置されることの多い道路は、特に二輪車の交通事故が目立つような道路に設置されることがあります。そしてこの場合の二輪車には、一般的な一輪駆動型の側車付きの自動二輪車や、走行の特性が二輪の自動車の運転に似ている、いわゆる傾けてコーナーリングをする三輪の自動車で、一定の基準を満たすものも含まれています。なお、一般原動機付き自転車は通行することができませんが、特定小型原動機付き自転車の通行は禁止されていません。またこの標識とよく似ていて、うっかりと間違いやすいのが、こちらの大型自動二輪車および普通自動二輪車2人乗り通行禁止の標識です。こちらの標識は、二輪車の通行そのものを禁止するものではなく、標識のイラストの通り、2人乗りを禁止するもので、大型自動二輪車と普通自動二輪車の2人乗り通行ができないことを示しています。ただし、側車付きの二輪車は禁止の対象から除かれています。次は、これらのよく似た標識の問題です。問題42。この2つの標識のあるところでは、同時に交代も禁止されている。この2つの標識のあるところでは、同時に交代も禁止されている。答えは誤りです。法令では、車は道路標識などにより横断や転回、または交代が禁止されているところでは、その禁止された行為をしてはいけないと記されています。つまり、それぞれの標識が示す禁止された行為のみをしてはいけないので、車両横断禁止の標識があれば横断だけが禁止、転回禁止の標識があれば転回だけが禁止です。そして、車両横断禁止と転回禁止の標識のあるところでは、横断と転回が禁止ですが、同時に交代も禁止されることはありません。なお、交代禁止を示す道路標識などは、実は現在まで定められていません。ただし、標識などのあるなしに関係なく、車は歩行者や他の車の正常な交通を妨げる恐れのあるときは、横断や転回、または交代をしたり、
道路に面した場所に出入りするための右左折や横断をしてはいけないと定められています。これらの行為をするためには、他の交通が通過するのを待つ必要があったり、後続車の通行を妨げる恐れがあるため、交通の安全と円滑を図るために設けられた法令です。最後に、これらの標識の意味を簡単に解説いたします。車両横断禁止の標識は、道路の右側にある施設や場所に出入りするため、対向車線を横切ることを禁止したり、道路外の施設から道路を横切ったり、右折することを禁止するものです。ただし、この標識がある時でも、道路の左側にある施設や場所に出入りするときは、正常な交通の流れを妨げることが少ないことから、横断することができます。そして展開禁止の標識は、同じ道路で車の進行方向を反対にするための運転操作を禁止するもので、いわゆる U ターンを禁止するものです。また、付近の小道などに後退した上で、反対方向に進む、スイッチターンと言われる運転操作も展開にあたるので、このような運転操作も禁止の対象になります。展開禁止の標識には同じ意味を示す表示があります。こちらが展開禁止の表示で、こちらが展開禁止の終わりを示す表示です。問題43。車両横断禁止の標識のある道路を通行している時でも、交差点では右折をすることはできる。車両横断禁止の標識のある道路を通行している時でも、交差点では右折をすることはできる。答えは正しいです。車両横断禁止の標識のある道路でも、交差点では右折をすることはできます。車両横断禁止の標識の意味は、交差点での右折を禁止するものではなく、道路の右側にある施設や場所の方向へ対向車線を横切ることを禁止したり、道路外の施設から道路を横切ったり右折することを禁止するものです。例えば、この標識のある道路では、右側にあるガソリンスタンドやコンビニに入りたいと思っても、対向車線を横切って入ることはできません。もちろん、道路の右側に自宅の車庫などがある場合でも、対向車線を横切って入ることはできません。ただし、道路の左側に面した施設や場所に入ることはできます。そして、この標識と間違いやすいのが右折禁止の標識です。右折禁止の標識のある交差点では、右折をすることができません。しかし、交差点のないところで、道路の右側にある場所や施設へ、対向車線を横断して入ることができます。もちろん、道路外の施設から道路を横切ったり右折することもできます。このように、車両横断禁止の標識は、交差点のない場所で道路の右側に面した場所への横断が禁止され、右折禁止の標識は交差点での右折が禁止される点が、これらの標識の大きな違いです。問題44。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識のある通行帯は右折ができない。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識のある通行帯は右折ができない。答えは、誤りです。こちらのイラストの標識は、車が矢印の方向以外へ進むことができない交差点であることを示す、指定法郊外進行禁止の標識です。そして、問題文にある、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示している標識は、こちらの進行方向別通行区分の標識です。その違いは、右折禁止を示す指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、車は直進と左折をすることはできるが、右折はできないことを示しています。右折方向の道路が一方通行であったり、歩行者専用道路に指定されているような場合に、このような規制標識が設けられていることがあります。それに対して、進行方向別通行区分の標識は、自動車や一般原動機付き自転車が、車両通行帯のある道路の交差点で、車両通行帯ごとに進むことができる方向別の車両通行帯を示しています。例えば、この標識のある通行帯は、直進と左折ができることを示し、
右折をすることができませんが、この交差点が右折ができないことを示しているものではありません。他の通行帯では右折ができます。このように指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、特定の方向への通行ができないことに対して、進行方向別通行区分の標識は車両通行帯ごとに交差点を進む方向別の通行区分を示している違いがあります。問題45。これらの標識のある交差点では矢印の示す方向以外へは進むことができない。これらの標識のある交差点では矢印の示す方向以外へは進むことができない。答えは正しいです。これらの標識は指定方向外進行禁止です。車は標識の示す矢印の方向のみ進むことができます。交差点の道路の形状に合わせたこのような標識もあります。この場合は矢印が示している直進と右左折はできますが、左斜めの道路へ左折することはできません。なお、こちらの進行方向別通行区分とは標識の示す意味が違いますので、間違えないようにしましょう。次はこれらのよく似た標識の問題です。問題46。この標識が左端の車両通行帯にある道路では、交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行できない。この標識が左端の車両通行帯にある道路では、交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行できない。答えは誤りです。この標識は専用通行帯で、表示板にバスのイラストが表示されていることからバス専用通行帯を表しています。この標識のある通行帯は、バスと小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両を除いて原則として他の車は通行してはいけませんが、次のような場合は通行することができます。右左折するため、道路の右端や中央、左端による場合などや、工事などでやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合は、バス専用通行帯を通行することができます。また、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は一番左側の通行帯がバス専用通行帯に指定されていても通行することができます。これらの車は車両通行帯のある道路では、道路工事や右折する場合などを除いて、一番左側の通行帯を通行しなければならないことが定められているからです。なお、この専用通行帯の標識に描かれているバスの意味は、乗車定員11人以上の乗用自動車なので、中型乗用自動車や大型乗用自動車がその対象車種です。そのため、必ずしも路線バスを特定しているものではありません。路線バスを対象車種に特定されている場合は、補助標識で車種を特定されていたり、文字により専用通行帯の対象車種を示す標識が設けられることもあります。ただし、こちらの路線バス等優先通行帯の標識に描かれているバスの意味は、路線バスなどに対象車種を特定されています。この場合の路線バスなどとは、路線バスと通学通園バスなどを指しています。問題47。標識などによって路線バス等優先通行帯に指定されている道路は、路線バスと通学通園バス以外の自動車は通行してはいけない。標識などによって路線バス等優先通行帯に指定されている道路は、路線バスと通学通園バス以外の自動車は通行してはいけない。答えは誤りです。標識などによって路線バス等優先通行帯に指定されている道路でも、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行できます。しかし、右左折をするときや工事などでやむを得ないとき以外は、路線バスなどが正常に通行できるように、路線バスなどが近づいてきたときは、その通行帯から出なければなりません。また、交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても、路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れがあるときは、初めからその通行帯を通行してはいけません。ただし、小型特殊自動車、原動機付き自転車、
軽車両は路線バスなどが近づいてきたり、交通が混雑している時でもそのまま通行できます。これらの車は車両通行帯のある道路では最も左側の通行帯を通行しなければならないことが定められています。なお路線バスなどとは路線バスと通学通園バスなどを言います。問題48。この標識がある交通整理の行われている交差点では一般原動機付き自転車は2段階右折をしなければならない。この標識がある交通整理の行われている交差点では一般原動機付き自転車は2段階右折をしなければならない。答えは正しいです。問題49。この標識のある交差点で右折する一般原動機付き自転車はあらかじめ道路の中央により交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。この標識のある交差点で右折する一般原動機付き自転車はあらかじめ道路の中央により交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。答えは正しいです。こちらの標識は一般原動機付き自転車の右折方法2段階の標識で一般原付が2段階右折をしなければならないことを示しています。そしてこちらの標識は一般原動機付き自転車の右折方法小回りの標識で一般原付があらかじめ道路の中央により右折しなければならないことを示しています。このように一般原付の右折方法には標識によっても2段階右折をする場合としない場合に分けられていますが、その他にも信号機などにより交通整理の行われている場合と行われていない場合、車両通行帯が2つ以下の道路と3つ以上ある道路によっても分けられているので、その要点をご説明します。最初に交通整理が行われていない交差点では小回り右折をしなければなりません。交通整理の行われていない交差点とは、信号機の信号や警察官などの手信号により交差点に入る交通を交互に止めたり進めたりされていない交差点で、交差点に入る歩行者や運転者が交通ルールに従って他の交通との優先判断をしている交差点を言います。また信号機のある場合でも信号が黄色や赤色の点滅をしている場合も交通整理の行われていない交差点にあたります。このような交差点では車両通行帯が3つ以上ある場合でも2段階右折をしなければならない標識のある場合でも車両通行帯や2段階右折の標識のあるなしに関係なく小回り右折をします。一般原付が2段階右折をするための整備がされていないからです。次に交通整理の行われている交差点では車両通行帯の数によって右折の方法が変わります。車両通行帯が2つ以下の道路の交差点では小回り右折をしなければなりませんが、車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点では2段階右折をしなければなりません。さらに交通整理の行われている同じ交差点でも2段階右折の標識が設けられることによってまた右折方法が変わります。交通整理が行われ車両通行帯が2つ以下の道路の交差点でも2段階右折をしなければならない標識のある場合は2段階右折をします。そして交通整理が行われ車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点でも小回り右折をしなければならない標識のある場合は小回り右折をします。最後に簡単にまとめると、一般原動機付き自転車が2段階右折をしなければならない交差点は交通整理が行われ3車線以上ある道路の交差点か2段階右折をしなければならない標識のある交差点です。そして小回り右折をしなければならない交差点は交通整理が行われていない交差点や交通整理が行われていても車両通行帯が2つ以下の道路の交差点や車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点でも小回り右折をしなければならない標識のある交差点です。長くなりましたが、これが2段階右折をする場合としない場合の交差点の要点です。問題50。この標識のある道路では歩行者が横断をしてはいけないことを示している。この標識のある道路では歩行者が横断をしてはいけないことを示している。答えは
誤りです。これは歩行者等通行止めの標識です。この標識のある道路では、歩行者と遠隔操作型小型車が通行できないことを示しているので、道路の横断だけではなく、そもそも通行することができないことを示しています。交通の安全と円滑を図るために、自動車専用道路の入り口や歩行者などの通行を規制する必要のある道路に設けられることがあります。自動車専用道路などの入り口には、この標識の代わりにこのような表示板を設けられていることもあります。そして、歩行者などが道路を横断することができないことを示す標識は、こちらの歩行者等横断禁止です。この標識のある道路では、歩行者と遠隔操作型小型車は横断をすることはできませんが、歩道などや道路の端などを通行することはできます。また、この標識の文字を渡るなに変えてある標識も同じ意味を示す歩行者等横断禁止の標識です。よく似ていますので、標識の文字を見落とさないようにしましょう。次は歩行者などの保護に関連する標識や表示とその意味についても深く解説いたします。問題51。この標識は近くに学校、幼稚園、保育所などがあることを示している。この標識は近くに学校、幼稚園、保育所などがあることを示している。答えは誤りです。この標識は横断歩道の指示標識で、歩行者が道路を横断するための場所であることを示しています。同じ意味を示す表示がこちらの横断歩道の表示です。この標識は近くに学校や幼稚園、保育所などがあることを示すものではありませんが、通学路や学校施設周辺の道路にはこの標識が設置されています。それに対して一般的な道路に設置されている横断歩道を示す標識はこちらです。このように横断歩道を示す指示標識には2種類あります。その他類似する標識として、自転車の横断帯であることを示す自転車横断帯の標識や、横断歩道と自転車横断帯であることを示す横断歩道、自転車横断帯の標識もあります。こちらの標識はそれぞれ1種類しかありません。そして、近くに学校や幼稚園、保育所などがあることを前もって知らせて注意を促す標識が学校、幼稚園、保育所等ありの警戒標識です。歩行者等専用の規制標識と合わせてよく似ているので間違わないようにしましょう。問題52。道路にこのような表示のあるところでは加速したり追い越しや追い抜きをしないようにする。道路にこのような表示のあるところでは加速したり追い越しや追い抜きをしないようにする。答えは正しいです。この表示は横断歩道または自転車横断帯ありの指示表示で、前方に横断歩道や自転車横断帯があることを示しています。横断歩道などは歩行者などが安全に道路を横断するために設けられた場所なので、そこに近づいたときは歩行者などが横断しようとしていないか確認したり、停止などの判断や運転操作をしなければなりません。そのために前もって前方に横断歩道などがあることを知らせる必要があります。その役割がこの道路表示です。この表示は横断歩道などから30メートル手前の位置に1箇所、さらに10メートルから20メートルの間隔を置いて1箇所に設けられています。また、横断歩道の手前にカーブや坂の頂上などがある場合には、発見の遅れから判断や操作が遅れないように、もっと手前から設ける必要のある場合には、その数が増やされることもあります。このように、この表示のあるところでは、前方の歩行者などの通行を注意する必要があることから、加速や追い越しなどの運転はしないで、前方の確認やブレーキの構えなど、注意して運転しましょう。なお、学科試験では、この表示はこの先に交差点があることを示している、などの出題がありますが、必ずしも交差点があるとは限らず、そもそも交差点を示しているものではありません。前方に交差点があることを示して注意を促す標識は、これらの警戒標識です。また、前方優先道路の表示と間違いやすいのでご注意ください。この表示のある道路は、
前方の交差する道路が優先道路であることを示している指示表示です。問題53。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならないが追い抜くことは禁止されていない。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならないが追い抜くことは禁止されていない。答えは誤りです。最初に追い越しと追い抜きの意味の違いについてご説明します。追い越しと追い抜き、どちらも走行中の前の車より速い速度でその走行中の前の車の前方に出ることを言いますが、この場合車が進路を変えて走行中の前の車の前方に出ることを追い越し、車が進路を変えないで走行中の前の車の前方に出ることを追い抜きと言います。つまり進路を変えるか変えないかの違いがあります。そして車は横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を除いて他の車を追い越すことが禁止されているだけではなく、追い抜きをすることも禁止されています。この場合の重要なポイントの一つは、車は自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を除く車を追い越したり追い抜いたりしてはいけないことです。つまり車は自動車と一般原動機付き自転車を追い越したり追い抜いたりしてはいけませんが、軽車両と特定小型原動機付き自転車を追い越したり追い抜いたりすることはできます。2つ目の重要なポイントは、交通整理の行われていない横断歩道など、つまり信号機の信号や警察官などによる手信号が行われていない横断歩道などでは追い越しも追い抜きも禁止されていますが、交通整理の行われている横断歩道などで信号機の信号などにより歩行者などが横断できないときは追い越しは禁止されていますが、追い抜きについては禁止されていないので追い抜きだけはすることができます。追い越しは信号機の信号などによる交通整理が行われていてもいなくても追い越しの行為そのものが危険なので禁止ですが、追い抜きは横断歩道などを横断しようとする歩行者などの保護を目的としたものなので、歩行者などが横断できないときはその危険がないので追い抜きをすることができます。問題54。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。答えは正しいです。横断歩道や自転車横断帯に近づいたときに横断する人や自転車がいないことが明らかなときはそのまま進むことができます。徐行や一時停止の必要はありません。そして横断する人などがいないことが明らかなときとは、横断歩道などとその周辺が十分に見渡すことができる場所で、その付近に横断しようとする歩行者などが見当たらないようなときや、赤信号で歩行者が信号待ちのため横断できない場合を言います。横断歩道などに近づいた時のその他の場合として、横断する人や自転車がいるかいないか明らかでないときは、横断歩道などの手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。横断する人などがいるかいないか明らかでないときとは、横断歩道などの近くに歩行者などが通行していても横断するかどうか判断がつかない場合や、建物などのため歩行者などの様子がよく見えないような場合です。そして歩行者などが横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道などの手前で一時停止をして歩行者などに道を譲らなければなりません。次はこちらの標識です。左側の標識は中央線の文字があるので分かりやすいですが、右側の標識は分かりづらいですね。それでは問題文です。問題55。この標識は道路の中央や中央線であることを示しているが、中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限らない。この標識は
道路の中央や中央線であることを示しているが、中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限らない。答えは正しいです。この標識は道路の中央や中央線を示す中央線の指示標識です。そしてその中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限りません。交通量などに合わせて車道を有効に活用するために、片側が1車線、反対側が2車線の道路や、交通が混雑する時間帯に渋滞する方向の車両通行帯を増やして交通の流れを円滑にするために、中央線の位置が変わる道路もあります。このように特に中央線の位置を示す必要のある時にこの標識が設けられています。なおこちらの標識はうっかりと間違いやすいですが、道路の中央や中央線を表すものではありません。この標識のある道路はこの道路が優先道路であることを示しています。問題56。この標識のある道路を通行している場合でも、左右の見通しの悪い交差点を通行するときは徐行しなければならない。この標識のある道路を通行している場合でも、左右の見通しの悪い交差点を通行するときは徐行しなければならない。答えは誤りです。左右の見通しの利かない交差点を通行するときは、その交差道路を通行している歩行者や車に注意して徐行して通行しなければなりません。しかし、信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合は、安全の確認はしなければなりませんが、徐行しないで通行することができます。この場合の優先道路を通行している場合というのが、こちらの優先道路の標識のある道路を通行している時です。また、交差点の中まで中央線などの表示のある道路も優先道路になります。最後は定番中の定番標識です。問題57。この標識はこの先の道路の道幅が狭くなっていることを示している。この標識はこの先の道路の道幅が狭くなっていることを示している。答えは誤りです。こちらの標識はこの先の道路の道幅が狭くなっていることを示す複因現象の標識ではありません。この標識はこの先の道路で車両通行帯が少なくなるので、複数の車両が合流する危険や交通集中による渋滞の恐れのあることを示して注意を促している車線数減少の警戒標識です。この標識のある場所では交通量が増える前に早めに車線を変えておきましょう。また、道路の幅の制限により車両通行帯が少なくなったり、道路の幅は同じでも車両通行帯を少なくする必要のある場合もあるので、車線数が少なくなる場合でも必ずしも道路の幅が狭くなるとは限りません。そして、この先の道路の道幅が狭くなっていることを示している標識は、こちらの複因現象の警戒標識です。この標識のある道路では、対向車との行き違いが困難になることがあるので、速度を控えて対向車の接近と譲り合う場所に注意を向けましょう。問題58。この標識のある一般道路では、すべての自動車や原動機付き自転車は時速 50km を超えない速度で運転できることを示している。この標識のある一般道路では、すべての自動車や原動機付き自転車は時速 50km を超えない速度で運転できることを示している。答えは誤りです。この標識や表示は、車や路面電車が表示されている速度を超えて運転してはいけないことを示す最高速度の規制標識や表示です。この場合は時速 50km を超えて運転してはいけないことを示し、これを規制速度と言います。ただし、一般原動機付き自転車の法定最高速度は時速 30km で、この法定速度が優先されるので、標識などで時速 30km を超える速度が表示されている場合であっても、法定速度を超えて運転することはできません。つまり、このような標識のある場合でも、一般原動機付き自転車は時速 30km を超えて運転することはできません。その他、
故障車などをロープなどで牽引して運転する場合も、その牽引の方法に応じた法定速度が定められているので、その速度を超えて運転することはできません。そして特定小型原動機付き自転車は時速 20km、小型特殊自動車は時速 15km をそれぞれ超える速度を出すことができない車両の構造になっています。そのようなことから、この標識はすべての自動車や原動機付き自転車が時速 50km を超えない速度で運転できることを示しているものではありません。なお、緊急自動車の一般道路での最高速度は特例として時速 80km を超えない速度で運転することができます。問題59。この標識のある道路では、車の高さが 3.3 メートル以下であれば、荷物を含めた高さが 3.3 メートルを超えても通行することができる。この標識のある道路では、車の高さが 3.3 メートル以下であれば、荷物を含めた高さが 3.3 メートルを超えても通行することができる。答えは誤りです。この標識は高さ制限の規制標識で、荷物を含めた地上からの車の高さが標識に表示されている高さを超える車は通行できないことを示しています。この標識の場合、荷物を含めた車の高さが 3.3 メートルを超える車は通行することはできません。ポイントは、高さの基準が荷台の高さからではなく、地上からの高さであること、それと荷物も含めた高さであることです。また、こちらの最大幅の規制標識も同様に、標識に表示されている幅を超える車は通行することができません。この車の幅は荷物の幅も含んでいます。荷物の積み方は、車の幅の 1.2 倍までの大きさまで積むことができるので、荷物の幅も含めた車の幅であることにご注意ください。なお、高さや大きさを表す数字の後の以上や以下はその数字を含みますが、超えるや未満はその数字を含みません。そのため、こちらの標識のある道路では、地上から 3.3 メートルの高さの車は通行できます。また、こちらの標識のある道路では、荷物の幅も含めた車の幅が 2.2 メートルの車も通行できることになります。問題60。この標識は、この先の道路が工事中のため、車の通行ができないことを示している。この標識は、この先の道路が工事中のため、車の通行ができないことを示している。答えは誤りです。この標識は、道路工事中の警戒標識です。警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すもので、特定の交通方法を禁止するものではありません。そのため、この標識は前方の道路が工事中であるため、通行するときに注意が必要であることを促しているもので、通行の禁止ではありません。通行してはいけないことを示す標識は、通行止めや車両通行止め、車両進入禁止などがあります。これで今回の動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。アニメで覚える標識表示、その1をまだご覧いただいていない方は、そちらもご視聴してくださいね。今回の動画が役立つ情報となりましたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。